皆さんごきげんよう、上川カールです。今回取り上げる話題は世界の安全保障、中東情勢とヨーロッパについてのお話をしていこうと思います。まず最初に取り上げるのは、前回の動画で取り上げた中東におけるイスラエル・イランとの停戦の合意について、トランプ大統領が両者の間で停戦が合意されたと発表。その後遅れてイラン、イスラエルも自分の方がこの戦いには勝ったというような勝利宣言をしつつ、停戦の合意を事実上認めました。この停戦においては、発表以後においてある程度の余裕が持たれていましたから、その間における駆け込み攻撃といったものが双方によって行われ、相手がまだ攻撃しているんだから自分の方もまだ攻撃するぞといった具合にして、いくらか攻撃が散発的に行われました。そのため、本当に停戦できるのかといったことが疑問が持たれていました。しかし、最終的にはトランプ大統領から、お前ら一体いつまで攻撃をし合っているんだ、もういい加減やめろといった具合にして、かなり強い怒りの声が上がり、イスラエルのネタニヤフ首相には直接電話で行って攻撃の停止を指示したとのことです。そういったこともあって、現在この動画を撮っている時には、イスラエル・イラン間における大規模な攻撃といったものは完全に収まっているようです。そうした意味では一旦中東情勢については落ち着きを取り戻しました。もちろん根本的なイランとイスラエルとの対立構造といったものは別になくなったわけではありません。ですから今後も何かしらの時期に再び戦闘が発生することは十分あり得るでしょう。というのも、今回の攻撃、イスラエル空軍は圧倒的な力を持って空爆を行いましたが、だからといってイランの核開発能力を完全に奪ったわけではありません。アメリカによる攻撃によって、フォルドーの地下施設に対してもバンカーバスターなどの攻撃も行われました。しかし、アメリカの政府機関の中でもこの攻撃の結果については、否定的な結果が出ていると報告がなされています。攻撃に参加した B2 戦略爆撃機や各種ステルス戦闘機には一切被害が出なかったものの、肝心の攻撃目標である濃縮されたウランや濃縮を進めるための機械について、これらを完全に破壊するといったことができておらず、今後イランが本格的な核開発に進んでいけば、まだまだ十分余裕があると見られるからです。そのため、今回の攻撃によって核開発計画は数ヶ月を遅らせることはできたであろうが、これは決してトランプ大統領の言うような完全な破壊とは程遠いものであるとしています。戦争の火種といったものは残っている。このことは忘れないでおきましょう。さて、続いては、ウクライナ情勢とも大きく関連するヨーロッパの再軍備計画について、トランプ大統領はヨーロッパ各国に対して自分の国は自分で守れる体制を取れ、そのためには防衛費は今とは全く異なり、GDP 比 5% を目指して積み上げろといった話をしました。この圧力に応じて NATO 首脳会議においては、NATO 加盟国の目標値は GDP5% で採決が行われ、これが決しました。この GDP5% というのは純粋に防衛費が 5% といったわけではなく、防衛費 3.5% プラスアルファ、軍事関連の様々な予算が 1.5% 合わせて 5% という計算になります。このもろもろ様々なものについては、例えば道路や橋、鉄道網、サイバー防御や宇宙分野での防御体制など様々なものを含んだものであり、ちょっと幅が持たれています。何にしてもこれまでの NATO における目標は 2% でしたから、これが 5% へと引き上げられるというのは大幅な上昇となります。これはロシアによるウクライナ侵略によって国家間戦争が非常に長期間行われ、しかもそれが今のところ終わる気配がないことから、ヨーロッパに非常に大きな危機感が広がっているからです。ただし、ロシアの脅威といったものがある以上、そこから遠い国というのはどうしてもそこまでお金を積み上げたくないという気持ちがあります。例えば今回の NATO 首脳会談においては、スペインが大きな障害となりました。スペインから見れば、もしも自分の国に危機が及ぶとすれば、それはポーランドやドイツ、フランス、イタリアなどが敗北、占領された後の話であり、自分にとっては別にそこまで脅威ではないなという見方があります。同じく、遠いという意味においては、カナダも国防予算の質にかなり後ろ向きな国でした。しかし、
今回の話し合いにおいては、目標値に向かってなんとか予算を積み上げるという姿勢を示しています。ただしカナダの場合だと、隣国アメリカにおいて、トランプ大統領がカナダはアメリカに併合されるが良いといったような話をしていることから、自分の国を守るためにももうちょっと頑張らなければならないという危機感が高まり、ロシアの脅威ではなく、トランプ大統領の脅威といったものに押される形での防衛費増額といった話となっています。何にしても、スペインは従いたくなかった状況ではあるものの、全体としてはヨーロッパにおける軍事費は大幅に上昇していくこととなります。目標としては2035年に向けての増額であり、来年からいきなり防衛予算が2倍になるわけではありません。しかしこの分野に継続的に大きなお金が入ってくるといったことは確定したことであり、ヨーロッパにおける再軍備は確実に進んでいくことでしょう。では、防衛費がどんどんと増えていくといった全体の話についてお話をしましたが、具体的にはどのくらいの額になるのか、ドイツの例をもってご紹介しましょう。ドイツの防衛費は2029年に GDP 比 3.5%、NATO 目標を前倒し、ドイツ政府は防衛費を国内総生産比で今年の 2.4% から2029年までに 3.5% へ引き上げる財政計画を閣議決定した。長年頼りとしてきたアメリカがヨーロッパの安全保障への関与に消極姿勢を示す中、軍備増強を急ぐ。2025年度予算案では、ロシアの侵攻を受けるウクライナへの軍事支援を含む防衛関連費に約12兆6400億円を計上。その後徐々に増やし、2029年には28兆2900億円に達すると想定している。2025年度予算案では12兆6400億円、そして2029年には28兆2900億円。非常に大きな増額といったものが基本計画として盛り込まれました。NATO 全体では防衛予算 GDP 比 3.5% の目標は2035年です。ドイツの場合だとこれを大幅に前倒しして2029年には達成しようというかなり意欲的な動きだと言えます。そして予算を積み上げるだけではなく、連邦軍兵士の確保にも大きな国内体制の変更を考えています。ドイツ、志願者不足なら徴兵制復活、軍拡充で国防省が法案検討。ドイツのメルス政権は、ウクライナ侵攻を続けるロシアに対する抑止力強化のために、連邦軍や予備役を拡充し、志願者が十分に集まらなかった場合には、徴兵制を部分的に復活させる法案の検討を始めた。国防大臣は、総兵力18万人の連邦軍を25万から26万人に増員する必要があるとし、志願者を増やすため兵士の給与や住環境の改善に努める考えを強調。予備役も現在の2倍程度の約20万人体制とする方針を掲げた。その上で18歳の若者に書簡を送り、志願の意思の有無を確認する見通しだと述べた。男性には回答を義務付け、女性は任意とする。ヨーロッパ各国においては、徴兵制を採用している国も多く、また昔はやっていたけど一旦廃止。だけれども、ロシアによるウクライナ侵略を見て改めて復活といった流れも各国で見られます。ちなみに通常戦力の再軍備を進める一方において、核戦力の充実についてもイギリスが一歩踏み出しました。イギリス、核搭載可能な戦闘機12機購入へ。アメリカ製の F35A、イギリス政府は核兵器を搭載可能な最新鋭のアメリカ製ステルス戦闘機 F35A を12機購入する計画を発表した。NATO の任務の一翼を担う予定で、近年で最も重大な核戦力増強の動きとなる。イギリスは冷戦終結後、空中発射型核兵器を廃棄。現有の核戦力は海軍が運用する潜水艦発射弾道ミサイルトライデントのみだ。今回の決定で空軍に核抑止の役割を再導入することになる。イギリスはもともと核兵器は持っていましたが、今回戦闘機から発射するタイプの核兵器についても準備する予定となっています。ヨーロッパ各国においては、アメリカの核兵器をシェアリングするといった形で核爆弾をドイツに置いていたりもしますし、またポーランドなどはロシアによるウクライナ侵略を間近に見ていることから、核兵器の開発もしくは核兵器のシェアリングといったことも真剣に議論されています。さて、ヨーロッパ各国が再軍備を進める一方において、ウクライナに対する支援では、アメリカのトランプ政権は
軍事支援についてはやめてしまっています。現在行われているのは情報支援とあとは人道支援をかなり削減した状態で行っており、バイデン政権よりもはるかにウクライナ支援の力は失われています。そのため、ヨーロッパ各国がどれだけアメリカが支援しなくなった分を生み合わせるかが重要となっています。その関連の動き、ウクライナへの軍事支援、ヨーロッパがアメリカを逆転、トランプ政権の停止で埋め合わせ努力加速、ロシアの侵略を受けるウクライナへの軍事支援で、ヨーロッパの総額が今年春、アメリカを上回った。トランプ政権が1月の発足後、支援をやめたのに応じて、ヨーロッパの埋め合わせ努力が加速した。ドイツのキール世界経済研究所によると、2022年の侵略開始後、ヨーロッパの軍事支援の総額は約12兆円となった。今年3月から4月だけで約1兆7000億円。アメリカの総額は約11兆円だった。ヨーロッパで拠出額が最も大きいのはイギリスで、ドイツが続く。今年に入ってバルト三国やノルウェーなど北欧諸国の増額が目立つ。ウクライナ支援は今年4月までの月額平均が軍事・非軍事の双方で2022年から24年の平均額を上回った。同研究所はアメリカの支援停止後、ヨーロッパが穴を埋められるかどうかが課題だった。現在のところ、少なくとも金額ベースでは達成していると論評した。このようにトランプ政権が軍事支援をやめてしまいましたが、その分をヨーロッパ各国が一生懸命なんとか埋め合わせを行っています。ちょっとお久しぶりですが、戦争研究所の発表している戦況マップがこちら。赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域です。現状大きな動きといったものは見られません。もちろんロシア軍による攻撃といったものが延々と続いている関係で、双方ともに死傷者が出続けている状況は変わりません。ただ、アメリカによる軍事支援がなくなってしまった現在においても、ロシア軍が突破できていないという事実は厳然とあります。残念なのは、アメリカが支援を続けていた上で、さらにヨーロッパが今回のような支援の増額といったものを行っていれば、ロシア軍の攻勢能力を大幅に削り取ることができていたでしょう。それが非常に残念です。中東における戦闘が一旦沈静化することによって、もう一度国際情勢においてウクライナ情勢に関心が集まることを私は希望しています。しかし同時に、アメリカの戦力が中東に集まっている現状において、アジア情勢が動きかねないといった指摘もありますから、次の動きが起こらないことを祈るばかりです。現状ヨーロッパ各国が予算を積み上げることを全体としては合意したことによって、今後ヨーロッパの軍需産業はかなり賑わうことでしょう。あとはそれらの活況といったものがウクライナ支援へとつながってくれることを願うばかりです。ちなみにヨーロッパにおいてどんどん防衛費を増やしていきますよという流れの中において、そのお金をどうやって使うかについての議論が盛んに行われています。ヨーロッパにおいては自分たちヨーロッパ圏域の防衛産業にお金を出すべきであるといった考え方が今は主流です。しかしトランプ大統領はいやいやお金を積み上げるんだったらそのお金をアメリカによこせと要求しています。これはトランプ大統領の言う自国第一主義から言って、ヨーロッパの安全保障はヨーロッパで何とかしろと言いつつも、しかしそこでお金を積み上げた分をアメリカへとどんどんと上納せよという意味であり、かなりずうずうしい部分があります。このずうずうしい部分というのは GDP 比の防衛予算についても同様で、ヨーロッパ各国に対しては 5% といったことを最終的には目標値として掲げるよう要求していたわけですが、あくまでもこれはヨーロッパの話であり、アメリカはヨーロッパじゃないんだから私の国は関係ないという姿勢をとっています。そのためアメリカにおける防衛費の GDP 比は現在のところ 3% ちょっとで、これ以上伸ばす予定はないとしています。またどちらかというと無駄な部分を削減することによってこの GDP 比についても3% 弱ではなく本当の 3% まで下げるぐらいの考えを示しています。その上で戦力の再配置を行い、できることであるならばヨーロッパからアジア地域、特に対中国を意識した戦力配置にしたいというのがトランプ大統領の考え方として示されています。さてここで問題なのは日本の動きです。今回石破総理大臣は NATO の首脳会談に出席しませんでした。自分がヨーロッパの首脳会談に行ったとしても、みんな GDP5% を目指しての協議をしているから日本がいても仕方ないと思ったのかもしれません。実際日本の防衛費は GDP 比現在 2% を目指しているところではあるものの 1.8%、もうちょっとで 2% といった程度であり、決して
3.5% や 5% といったものを目指すような考え方は今のところはありません。それだけに場違いだという考え方は、その面においては合っているでしょう。しかし、自分の国を守るためにどれだけの予算をかけるかを真剣に話し合っている場において、日本が姿を現さないというのは、ヨーロッパ各国から見れば、いざという時に自分の国を守る気がない国なのかなというふうに見られるだけに、私は協議には参加しておくべきだったと思います。今回、自分の国を守るために GDP 比 5% なんて目指すことはちょっと難しいといったスペインと同様にして、日本がその横に同じような議論を言うのであれば、日本なんて守らなくてもいい国なんだな、なんていうふうに見られてしまう可能性があったわけです。そうした意味では、議論から逃れたのが正解だったという人がいるわけですが、私はこのような機会を通じて、日本の防衛費をいかにして増やすかについても議論しておくべきだったと思います。例えば、今回の協議で言えば、純粋な防衛費については 3.5%、プラスその関連 1.5% という話になっているわけですから、日本の場合だと本格的な諜報機関がない分だけ、これを作らなければならないであるとか、サイバー防御について全く他の国から遅れている点について、ここら辺もなんとかしないとなといった具合にして、予算をつけて守りを固めなければならない部分といったものも結構あるわけです。防衛予算の使い道については、継戦能力を得るためにもっともっと弾薬庫を作って備蓄を増やしていかなければならないであるとか、自衛隊員が足りないのであるから、もっと無人兵器の開発を進めなければならないであるとか、考えなければならない点といったものは、多々あることでしょう。日本は長い間、防衛費が 1% といったものが続いてきました。それを 2% に上げるだけでも十分すごいことだというふうに思いがちですが、今の世界の状況からすれば、その程度では自分の国を真剣に守る気があるのかと疑われるレベルになってきたというような状況であることは知っておいた方が良いでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。情報の整理整頓更新に役立ったなと思われる方は他の方にこのチャンネルをお勧めしたり、スーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。